いやー、とてものどかですね。皆さんこんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、こちらの中古住宅をご紹介させていただきます。本日私は京都府綾部市というところにやってまいりました。うちの会社より高速道路を使って約1時間の場所になります。下道で来れば約1時間半かかるといった場所になるんですけども、今回は田舎物件ということでこちらの中古住宅をご紹介させていただきます。建物に関しましては平成6年9月に建築された比較的新しめのお住まいとなっております。そして何よりですね、土地の面積が広いということで、今回土地面積は約260坪ございます。はい。で、まず外回りのご紹介からいきたいんですけれども、まずこちら南東部分にですね、お車が2台止めていただける駐車スペースがございます。そしてこの辺りが石垣で一段上がってるんですね。そしてその前がですね、こちら全面道路になるんですが、道路幅員が約4メーター。はい。雪道はかなり間口が広いお住まいとなってますね。そしてこの南東部分の正面はこんな感じの今現在畑になっているといった形で、ほとんど車もね通ってこないような場所になっております。そしてその隣にこんな感じの木が生い茂った敷地があるんですが、今回こちらの敷地につきましても売買対象不動産となっております。そしてその木の奥にですね、はい、もう今にもちょっと崩れそうな感じの建物があるんですが、この建物も今回セットでついてきます。先ほど室内を入ってみたいんですが、もうちょっとね、床が抜けそうな感じもしたりするので、ちょっとね、右上の方に動画上げときますんで、ちょっと室内の状態に関してはこちらをご覧いただけたらなというふうに思います。はい。ということで、あとはですね、結構庭スペースも広くてですね、こんな感じになってるんですが、お車を止めていただいて、この奥にですね、4段ほど階段があるんで、ここから上がっていただくことができるんですね。はい。で、境界につきましては、ちょうどこちらに石垣で一段上がってるんですが、ここまでが境界のようです。そしてその奥に行きますと、もうこんな感じで、裏にがすごいですね。立派な松の木が生い茂ってます。で、ちょうどこのね、松の木が立ってるあたりがどうも境界のようですね。はい。で、建物の裏側につきましてはこのような形で、こちらもね、こんな感じでスペースが空いておりますので、整備していただければ、ガーデニングスペースとか、なんか多目的で使っていただけるお庭になっております。で、こちらが、はい、先ほどご紹介した建物の裏側の蔵ですね。はい、これも本当にもうかなり年季の入った建物になってるんですが、今回はこちらもついてくるといった形の中古住宅をご紹介させていただきます。それでは、この階段を上がって、早速室内をご紹介していきたいと思います。オープン。おお、玄関開けたらとにかくこの玄関スペースがめちゃくちゃ広いですね。この広さは何畳あるんでしょうね。うちのリビングぐらいの広さはありそうな玄関スペースになっております。はい。天井も和モダンというかね、もう本当に和風建築の感じですね、内装につきましては。はい。で、こちら、玄関も、この土間部分もかなり広くてですね。で、ここに踏み台があって、ご年配の方でも安心できるように、はい、手すりがついております。引き戸も多いですね。どこからご紹介していきましょうか。まずはこちらでしょうね。入って左手側のこちらの引き戸開けさせていただくと、
ここもまた広いですね。はい、ここで約9畳の洋室スペースになっております。南東方向に今現在出窓がついておりまして、こんな感じ。一部ここにくぼみがあるようですね。はい、ここに何か、本棚とかを埋め込んでいただくとちょうどいいかもしれません。そして、その奥ですね。こちらの引き戸、開けていただくと、ちょっと硬い。はい、こちらが8畳の和室スペースになっています。はい、南東方向に吐き出し窓があって、いや、南東方向じゃないな。どっち方向だ？南側ですね。で、こっちが南東方向になるんですかね。はい。ちょっと方角がちょっと分かりづらくて大変恐縮なんですけども、このような和室スペースになっております。はい。で、その奥にですね、はい、こちらが約10畳のダイニングキッチンスペースとなっております。正面が壁一面のキッチンですね。で、この辺りも吐き出し窓になっておりまして、こちらに勝手口があるんですね。で、この勝手口を出ていただくと、はい、先ほどの駐車スペースに出られるので、買い物してきていただいたときは、この勝手口から出入りしていただくと、はい、買い物帰りはすごくね、スムーズにお荷物を入れていただくことができるのではないかなというふうに思います。で、こちらも吐き出し窓なんで、こちらからでも荷物の出し入れはできなくはないんですけどね。はい。天井高はだいたい2500弱ぐらいですね。はい。で、キッチンにつきましてはシステムキッチンなんですけども、ちょっと古いので、この辺りは新しいものに交換していただいた方がいいのかなという感じです。はい。使用感はやっぱりありますね。で、奥から見ていただくと、ダイニングキッチンはこのような形。クロスなんかも、変えていただくと、それで十分かなという感じがします。そしてこちらにですね、また引き戸がありまして、開けていただくと、先ほどの玄関とつながった廊下スペースですね。はい。で、ここにこんな感じのカウンターがあるので、ここに椅子を置いていただいても何か作業ができそうな感じがあるんですが、ここまで広ければここで何か作業していただく必要はないのかなという気もします。はい。で、こちら扉開けていただくと、一番最初にご紹介した、はい、9畳の洋室スペースにつながっております。いや、もう迷路のようですね。なので今回はなるだけカットせずにつなげてご紹介していきたいと思います。そしてこちらにまた引き戸がありまして、開けていただくと、はい、こちらにまた扉があるんですね。で、この扉開けていただきましたら、先ほどのお庭スペースに出られると。はい。裏でバーベキューを楽しんでいただくこともできますし、なんせ繋がってますんでね、どこからでも出入りができるようなお住まいとなっております。はい。そしてこちらの扉開けていただきますと、こちらはなんと男性用のトイレなんですね。はい。手洗いもついたおトイレとなっております。上の方につきましては、これも本当に木で組んだ天井になってますね。この辺りもそうなんですけどね。はい。そして、こちらに扉があるんですが、こちら開けていただくと、おっと、ちょっと当たっちゃいましたね。こちらが階段の下の部分になるかと思うんですが、ちょっと暗いんで分かりにくいんですけども、収納スペースになっています。はい。何もいなくてよかったです。で、こちらにまた手すりがあって、こちらの扉開けていただくと、こちらは、はい、女性用というかね、通常のトイレになっていますね。はい、手洗いもついた形になっております。かなり横幅はあるんで、ゆったりしたトイレスペースになっております。はい。そしてこちら、開けていただくと、こちらが洗面室スペースになっておりまして、はい、正面に洗面台ですね。この辺りはちょっと古いタイプではあるんですけども、
はい、ボール型で、ちょっとシャワーヘッドではないタイプですね。で、鏡は1枚ものになっていて、こちらが収納スペースですね。はい。で、下に収納スペースがあるんですが、はい。洗い作業は必要ですね。で、こちらに洗濯パンがないタイプの洗濯機置き場。その横がお風呂ですね。お風呂はちょっと一段下がっている感じになってますね。はい。まあ足は全然伸ばしていただける浴槽になっているんではないかなというふうに思います。で、上については今回は浴室暖房乾燥機とはついてないですね。はい。そしてこちらにまた扉があるんですが、この扉開けていただくと、ちょっとここもね、照明がなくて暗いんであれなんですが、はい。奥の方にね、ちょっと物を置いていただけるスペースと、反対側が棚がついているので、これは高さの調整は、ここはできますね。この上とちょっと暗いですけども、もう一段は高さの調整はしてもらえそうです。そしてこちらに、はい、床下収納庫も、はい、ちょっとね、汚れてますけどね、ついております。はい、ということで、左部分のパートは以上になりまして、次はこちら、右手の方の、こちらの引き戸から開けていきたいんですが、奥の引き戸から開けさせていっていただきますね。はい。で、こちら開けていただくと、こちらが6畳の和室スペースになっています。投げ石等もついた本格的な和室スペースですね。はい。で、こちらが約半畳ほどの収納スペースで、開けていただくと中に中棚がついてるんですが、この辺の棚がね、ここは結構丸みを帯びてたりとかするんで、ちょっとね、細かいところで手を加えられているなっていう形がします。そしてこちらに仏壇スペースと床の間、そしてなんと書院スペースがあるんですね。はい。なかなかこういう作りは最近の建物では見ないとは思うんですけどね。はい。そして奥から見ていただくと、このような形の和室スペースになっています。周りはぐるりと投げ石でつながっておりまして、上はこういった形の格子状の欄間スペースですね。はい。で、その奥がですね、約8畳の和室スペースになっております。つなげていただくと約14畳の和室でつながってますんでね、この辺りの、はい、襖をね、どけていただければ、ドーンと広いお部屋になりますね。そして、もう見ていただいてもね、お気づきだと思うんですけども、はい。窓際につきましては、こういった形で障子が、10枚ありますね。で、こちらにまた押し入れがあるわけなんですが、開けていただくと、よっはい。何もなかったですが、はい、こんな感じの1畳ほどの押し入れタイプになっておりまして、で、この障子がですね、はい、すべて雪見障子になってるんですよ。これを上げていただいたら、よいしょ、こんな感じ。で、横になると、雪が降ってたらね、寝そべりながらお庭を見ていただくことができるような形になっていると。すべて雪見障子仕様になってますね。はい。で、これ全部開けていただくとですね、よいしょ。よいしょ。はい。なんと、この和室につきましては、こんな感じの縁側がついておりまして、縁側でぐるりと囲まれてるんですね。はい。いかがでしょうか。すごくおしゃれというか、なかなかこういう縁側って見ることがないんですけど、本当に珍しいですよね。なんかほっこりしますね。こんな感じでつながっております。で、こちらが書院の部分が少し出っ張ってるんですけども、はい。で、ここ開けていただいたら、先ほどの和室スペースになります。はい。
こういう和室が好きな方にはいいですよね。はい。ということで、こちらが1階になっております。続きまして、このまま行きたいんですが、2階に行こうと思うんですけども、2階の階段もね、すごく雰囲気良くて、すごいこう、板張りなんですね。この部分が。で、上がっていただいたら、正面がちょっと広いフリースペースみたいな形になっていまして、3畳ぐらいありそうですね、広さがね。で、こちら、2階廊下部分についた、はい、押し入れスペースなんですが、なんと中棚にですね、こういう引き戸がついてるんで、ここに物もね、置けるようになっております。はい。で、上がっていただいたらこんな感じ。ところどころでですね、照明器具が切れてるんで、はい、LED ではないのでね、ちょっと交換していただく必要がありそうです。はい。それではこちらの引き戸を開けさせていただくと、はい。こちらが約8畳の和室スペースになっています。そして、こんな感じになっていて、ここはですね、投げしとはついてないんですが、はい。普通の、一般的な和室っていう感じですかね。はい。そしてその隣が約6畳の和室スペースになっております。で、奥につきましては、約3畳ほどのフリースペースですね。正面には、こっちから行きましょうか。ちょっと硬い。はい。こちらがこんな感じの押し入れスペースになっておりまして、中棚がついております。上についても戸袋がついてますかね。はい。で、こちら、上にはちょっと物を置いていただける棚がついておりまして、こちらについては約半畳ほどの収納スペースになっております。床面積も大きいし、収納スペースも至るところにあるんで、物はたくさん置けそうですね。はい。で、その奥に進んでいただくと、こちらが約6畳の和室になっておりまして、こう振り返っていただくとですね、この和室を全部つなげていただければ、約20畳ございます。広いですね。で、どのお部屋につきましても腰窓ではあるんですが、こちらに窓がついておりますので、結構日当たりはいいんですね。はい。ちょっと網戸が汚れちゃってるんであれですけども、正面が、はい、電車が走ってるんで、そんなにね、電車の数も多くはないんで、線路からも離れてますんでね、そこまで音はしないかと思うんですけれども、はい、2階はこのような形で和室が多いお部屋となっております。そしてこちらがですね、約 4.5 畳の洋室スペースになっております。こちらは収納スペースが今回なくてですね、上にこんな感じの棚がついております。そして、こちら出ていただくと、はい、バルコニースペースになっております。洗濯物であったりとか、お布団はここで干していただくこともできるんですが、先ほどもね、ご紹介させていただいた通り、こちら、お庭スペースもね、かなり広いので、はい、お庭で洗濯物を干していただいても全然良さそうですね。はい。そして、ここの引き戸開けていただくと、はい、先ほどの廊下につながっているといった形で一周回れるお部屋となっております。はい、ということで全てがねこうつながったお住まいとなっております。はい、非常に珍しい作りじゃないかなと思いますけども、床面積もねありますし、土地の面積も大きいですからね。はい、ということでこちらがですね京都府綾部市の中古住宅の室内となっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。家大きかったですね。ところどころにリフォームは必要ですが、建物自体はしっかりしていますので、こういったテイストが好きな方、
都会から少し離れた地でゆっくり過ごしたい方にはおすすめのお住まいだと思います。敷地も260坪ありますし、隣の古い家を取り壊して自給自足の畑にするもよし、野外キャンプ場にするもよし、とにかく楽しみ方は無限大。そんなわけで本日は京都府綾部市より田舎ならではの大きな中古戸建てをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら、弊社のフリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。また売却をご検討中の不動産をご所有の方からの売却相談もお待ちしております。特に今回のような地方で売却にお困りの方、遠方でもまずは一度弊社までお電話ください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一封、ど田舎の家のでかさは伊達じゃない。本日もご視聴いただきありがとうございました。